僕加藤君とこのみりん使うのやめるわって普通にこのテンションで。怖い。怖いですよ、飯尾さん。皆さんこんにちは。発酵人研究家の床美由紀でございます。今日はこちら岐阜県に参りまして、ここみりんを作っていらっしゃるお会社白泉酒造さんに参りまして、今日は副社長の加藤祐樹さんにお相手をしていただきます。加藤さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すごい素敵な場所ですね。はい、ありがとうございます。これもうだいぶ年季といいますか歴史を感じる建造物なんですけれども、はい、どれくらい前に建ったんでしょうか。祖母から聞いているのは、はい、明治明治に移築してきた建物、はい、はい、ですね。はい、もうここすごい素敵なオープンスペースとショップがねこちらにもあるんですけれども、もともとは何に使われてたんでしょうか。ここはもともと仕込み蔵を、みりんの仕込みをやっておりました。ここでみりんを仕込んでいらっしゃったんです。それで屋根が結構高いそうですね。ですね。はい、創業は江戸時代の後期、ね。江戸後期と言いますと1800年代。1850年ぐらいですね。もう最初からみりん屋を、はい、お作りになって、多分初代ははい日本酒を作りたかったと思うんですけど、はい、免許の関係で、多分ハードルが高くて、多分比較的みりんはまだその頃、はい、許可が下りやすかったからみりん屋から始まったんじゃないかって言われてます。スタートがまず飲み物です。もう砂糖とかは今は当たり前に手に入りますけど、はい、その頃は貴重なもので、それの代替品じゃないですけど、もうみりんもやっぱり甘いから貴重だっていうことで、栄養補給の、はいはい、飲み物、エナジードリンクですね。エナジードリンクとして、ちょっと位の高い人たちが飲んでたっていう。僕で5代目です。でただ初代は、子供がいなかったので、2代目が養子で入ってきて、で今続いてるっていう、加藤家が引き継いでいらっしゃるということです。全くなかったです。どちらかというと、こういう建築だとか、そういうものづくりはもともと好きだったんですけど、ここも全部僕がこうデザインしたというか、こだわりの詰まった。発酵に目覚めたわけではなくて、僕はどちらかというと人の面倒を見るのが好きで、で僕の後輩が酒屋の息子でフラフラしてて、で僕はその頃栃木県の蔵に修行に行っていて、そこでちょっとフラフラしてる酒蔵の息子がいるから面倒見てやってくれないかっていうところがスタートで、じゃあいいよっていうことで、じゃあうちの社長に頼んでお願いしたらいいよって言ってくれて、じゃあうちで働くことになりました。そしたら社長が「いやお前が話持ってきたんだからお前が面倒見ろよ」っていうところから戻ってきた。だから実家に戻りたくて戻ってきたわけじゃなくて、その子の面倒を見るために帰ってきたのがスタートです。僕は東京農業大学出身で、ついてた教授が焼酎の先生で、なるほど。新しく芋焼酎だとか麦焼酎をやり始めたりだとか、あとはみりんで使う焼酎の品質をもうちょっとこうアップさせるっていうことで、やってきました。なるほど。じゃあ帰ってこられて焼酎の方も強化されたってことですか。そうです。なるほど。じゃあそれまでは全然焼酎はされてなかったんですか。ただみりんの原料に米焼酎があるので、うちは創業当初から焼酎は作ってるんです。みりんはもち米と米麹、米焼酎が原料です。この3つだけですね。はい、そうです。じゃあもうその3つしか原料がないっていうことは、どれも品質が味の決め手になるわけじゃないですか。じゃあ焼酎を美味しく作れば作るほど美味しいみりんができるっていうことですね。それもそうですね。加藤さんいろいろねさっきご紹介いただいたらすごく綺麗な建屋なんですけど、大きい機械とかがあんまりないなっていう実感がありまして、それはやっぱりこだわりポイントなんでしょうか。そうですね、今になったらこだわりポイントですね。ただ僕が帰ってきた時っていうのは、やっぱりこう酒造り、みりん作り見てると結構重労働、結構肉体労働なので、なんとかこの皆さんスタッフさんの負担を軽減できないかっていうことを考えていて、
まあその中で、まあ、この部分だったら機械を入れても、まあ、スタッフも楽になるし、はい、まあいいんじゃないかと、はい、っていう時に飯尾さんに出会ったんですよ。あ、加藤さんご紹介いただいた例の、はい、もう補助金も書きまくって、はい、もうあと提出するだけっていうところで、はい、飯尾さんに出会ったんですよ。それが焼酎の麹を作る機械だったんですよね。はい、で焼酎は日本酒と、とかと違って、はい、すごい1回にたくさんの麹を作るんですね。どれくらい作るんですか？まあ、うちの場合でいうと1トン半。1500キロ、はい、すごい量。1回に？1回にです。なので土木作業員みたいな、はい、まあね、肉体労働、まあね、ショベルカーとか使えないので、はい、でそれをずっと僕がこう見てて、はい、まあ、うちのスタッフ比較的年齢が低いので、はい、まだ今はいいけど、これが10年20年って経った時に、腰痛いですね。そうこのままではなっていう時にそれこそまた飯尾さんに出会って、はい、で飯尾さんに、まあ、相談じゃないですけど、はい、初めてなので、まあね、なんかこうたわいもない話をしてる時に多分その話になったんでしょうね。はい、僕はスタッフを楽にさせてあげるために、まあ、今機械を入れようとしてるんだなんていう話をしたら、はい、やったら僕加藤君とこのみりん使うのやめるわって普通にこのテンションで怖いですよ飯尾さん。で僕はえってなるじゃないですか。うんうん、スタッフ喜ばせて、ね、ある程度の量が作れるんだったら、はい、こんなのいいことしかないじゃないかと思ってたんですけど、はい、やっぱりこう今になって分かるのが、やっぱりこの麹を手でつけるっていう、はい、こう素晴らしさとか、やっぱり毎回お米も生き物なので、はい、違うんですよね。機械で毎回同じ操作をしたら同じものができるかといったら多分違って、今になったらもう感謝というか、はい、やっぱりこの手でやってることって素晴らしいことなんだなっていう感じです。でずっと飯尾さんにはそれを言われます。俺のおかげやで俺のおかげやで白線のみりんがあるのは俺のおかげやで何かこう大きく何かを作り出すとか、まあ、何か技法を変えて何かをやるとか、はい、まあ、お酒の種類を増やすとか、とかではなくて今のいい部分をずっとやっぱりこう残していきながら、まあ、こういうスペースもあるので、はい、なんかこう体験型じゃないですけど、はい、でお客様一人一人に丁寧に説明をして、はい、お客様にやっぱり白線のみりん日本酒、何でも美味しいって言っていただけるような、まあ、活動じゃないですけど、はい、まあ、そういうのの積み重ねをしていくのがあれなんですかね、僕の仕事になるんじゃないかなと思ってます。今日も楽しいお話をありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。棒を刺していって溶かしていくっていう、はい、なるほど、はい、自分の重みだけで絞られている状況ですね。はい、うわ